7月、北海道にやってきました。前編では夜市一人旅とニセコの素敵なホテルに宿泊。後編もお楽しみに。ニセコから富良野に移動しました。富良野を拠点に旭川にも足を伸ばす計画です。ここはラベンダー咲き誇るファーム富田。富良野観光には外せないスポットです。天気が曇りなのが少しだけ残念だけど、ラベンダーの美しい景色と良い香り。見頃は7月上旬から中旬頃、ちょうど良い時期に来れました。ちなみに入場無料、毎年駐車場待ちの列がすごいことになるそうです。想像以上に美味しかったラベンダーソフト、華やかな香りと甘さに癒されました。3日目、富良野から約30分の美瑛へやってきました。思わず見とれる美しさです。冬になると雪とのコントラストでより幻想的になりそうです。見る角度や時間帯によってコバルトブルーやエメラルドグリーンなどに変化するそうです。青い池とセットで見たい景勝地にやってきました。白いひげのような滝が青い美瑛川に流れ込んでいます。十勝岳の地下水が流れ出ているそうです。火山性の物質を含む水が青い色を生み出しているんだとか。途中見かけたので立ち寄ってみました。こちらも入場無料。ファーム富田より空いています。国民的アイドルグループが撮影したロケ地なんだとか。景色を見ながらいただきます。小さくてちょっと高いかなと思ったけど、せっかくなので購入してみました。黄色いトウモロコシと白いのとどちらか選べました。結構塩味を感じました。メロンも美味しかったけど、実はこの後もっと安いところを見つけてしまいました。そちらは後ほどご紹介。北海道ならでは景色を求めてひたすら移動。昔の CM に使われた場所なんだとか。旭川まで移動し、旭川ラーメン、醤油と豚骨風味で美味しかったです。 YouTube 撮影はできなさそうだったんですが、旭山動物園は見どころ満載。展示方法など楽しめる工夫がたくさんあって、旭川観光には外せません。富良野に戻ってきて見つけた直売所。大きくてこの価格。さっぱりとした甘さとみずみずしさ。富田メロンファームは混んでるので、こちらがおすすめです。北海道とはいえ暑い毎日、みずみずしいメロンで生き返りました。4日目、富良野から約2時間かけて札幌へ移動。
ずっと気になっていた燃えれ沼公園。広大なので自転車を借りるのもおすすめです。私たちは運動のため歩きました。燃えれ沼公園は彫刻家イサム・ノグチが設計。彫刻以外に明かりというライトなども有名ですよね。コンセプトは全体を一つの彫刻作品とする。確かにどこを撮っても絵になる良いカメラが欲しくなりました。大汗をかきながら燃えれ山にも登りました。札幌市内全体を見渡せます。前回別の店舗が混みすぎで断念したトリトン。この店舗は30分くらいの待ち時間でした。旅行の時は気が大きくなってどんどん頼んでしまいます。何もかもが美味しくて止まりません。店員さんの接客も丁寧で良かったです。結局2人で7000円くらい食べてしまいました。最近は旅先で神社にお参りすることもしばしばあります。なんと鹿発見。街中にもいるんですね。今度はリス。どちらもエゾと名前がつくのでしょうか。動きが可愛くてしばらく見入ってしまいました。さて、お待たせしました。ずっと気になっていたベッセルイン札幌中島公園。チェックイン後、ウェルカムドリンクをいただきます。オレンジジュースをチョイス。コーヒーもありました。旅行予約サイト高評価の盾が並んでいました。これは期待が高まりますね。必要なアメニティをいただいていきます。スキンケアはほとんど揃っていますね。入浴剤があるのが嬉しいです。歯ブラシもいただきました。エレベーターはルームキーをタッチして乗ります。このホテルを選んだ理由がこれ。楽しみすぎます。それではルームツアーをしていきます。こちらはデラックスツインルーム。残念ながら外観工事中でした。ベッドは全室サータ社のポケットコイルマットレス。広々としていて荷物も広げやすそうです。枕元にはコンセント。これのあるなしでは便利さが違います。枕は好みに合わせて形を変えられるそうです。ミニソファーとテーブルもありました。今回公式サイトから予約したのでお水付きでした。基本的なビジネスホテルの設備が整っています。ネットテレビも見られるんでしょうか。パジャマはワンピースタイプでした。そしてバスルーム。大浴場がないので独立型のお部屋を選んでみました。すっきりしててやっぱりいいですね。洗面台はこんな感じ。
トイレにも手洗い場があって便利です。クローゼットも広々しています。こちらは今回いただいたアメニティ、ヘアパックがあるのが嬉しいですね。洗濯ついでに館内散策をしてみました。洗濯洗剤は販売機とフロントで1袋50円での販売がありました。自動販売機もあります。洗濯が終わったので街へ繰り出します。地下鉄中島公園駅から徒歩1分の近さです。札幌に来たら外せないスポット、大通公園にやってきました。前回長蛇の列で諦めたトウキビワゴン、ちょうど並んでいないタイミングで買えました。ベンチで食べよう。暑くて食べ方がわからず調べてしまいました。どっちもめっちゃ美味しかったです。すすきのを歩いていてパッと目についたこちら。早い時間帯だったからか5分くらいの待ち時間で入れました。ハイボールを飲むって決めていました。この独特のうまみが何とも言えず、また食べたくなりますよね。店員さんも優しくて良いお店でした。食べ足りない我らは信玄へ行ってきました。味噌ラーメン、コクが深くてめっちゃ美味しかったです。5日目、さあいよいよ朝ごはんです。朝食会場はこんな感じ。第一印象は広い。入って早速ライブキッチン。ビジホとは思えないクオリティです。月形町産の熟成黒毛和牛とグリル野菜をいただけます。タレもいろんな種類があるのが嬉しいですね。そしてやっぱり海鮮丼。日替わりで種類が変わるそうです。なんとラーメンも作れちゃいます。トッピングもちゃんとあって本格的ですね。サラダも新鮮で美味しそうです。上のメロンも大人気でした。とにかく種類が多くて全部選びきれませんでした。ザンギやスープカレーなど北海道ならではのメニューにワクワクしました。何回も取りに行くのが面倒で一気に持ってきてしまいました。ビジネスホテルの枠を超えるレベルの朝食ではないでしょうか。それではやっといただきます。お味噌汁の味噌は北海道の岩田醸造の紅一点というそうです。味噌にまでこだわっているなんてびっくりです。月形牛はホテルから1時間半の月形町から届くらしいです。グリル野菜ももちろん美味しい。スイーツ、特にプリンがめちゃくちゃ美味しそうでした。北海道限定のカツ源にニセコの高橋牧場の飲むヨーグルトもありました。カツ源と牛乳で締めました。大満足の朝食でした。今回の宿泊費ですが、メルマガ会員のクーポンを使って19,952円でした。チェックアウト後、こちらのコーヒー店へ。北
海道神宮に行く途中に見かけて気になっていたんです。空港店も行ったけど本店も気になる。深みのあるコーヒーはもちろん牛乳も美味しく感じました。レトロな雰囲気の店内、静かで落ち着いた時間を過ごしたい方におすすめです。初回の美味しさが忘れられなくて、エビそば一元にもやってきました。フォロワーさんに塩をおすすめしてもらいました。うまみと香ばしさがとっても美味しかったです。飛行機まで時間があるので水族館にやってきました。隣のサーモンパークでお土産を購入しました。新千歳空港に戻ってきました。めっちゃ並んでて気になったので便乗してみます。なんとソフトクリーム総選挙濃厚部門第1位。まずでかい。濃厚でめちゃくちゃ美味しかったです。空港に行ったら展望デッキに行きがちです。なんだか惹かれるんですよね。夏の北海道4泊5日。改めて北海道の魅力は無限大だなと思いました。この動画が皆さんの参考になったら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。